生きてみよう。ほうほう、そなたたち、いかようにしてここまでたどり着いたか。招かれざる客よ、その橋渡らば二度と帰ることはかなわぬぞ。引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入ってよいところではない。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかったな。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちまいな。お姫様、何故そのようなところに。なりませぬ。お戻りください、お姫様。ちゃ、うるせえな。なんだってんだ。ああ、いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂の世に踏み込んで早々に切り合いとは、まったくもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈での、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。お姫様、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわい。おお、いい着物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、さくな姫の格を示すにふさわしいであろう。酒くせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の子よ、ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくばその命保証せんらしいぞ。ふん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 。
のわっぱ、なんとした旅力。宴と言ったか。後をつければ何か食い物にありつけるやもしれぬな。毎年のお役目がいただけるんじゃから、まっこと高貴な地とは楽なもんや。そうですか。私などは今年もカムヒツキ様にお認めいただけるよう力を尽くしているつもりなのですが。残念。そりゃ残念じゃのう。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我が友心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えれば、お主の覚えも良くなろう。ええ、それではよろしくお願いいたします。おひい様、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。まだたまじはうるさいの。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろわい。わしにかかればちょっと。まずい。これ、どこに行かれるのですか。まだお話は。スワンジー、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひい様、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころか大咎めじゃ。なんとしてもひっ捕らえれば。ここは三毛伝の蔵ではないか。あやつら、わしがカムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。それだけは絶対に許さんぞ。やりおったな。人のこの分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。いや、待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。桜姫よ、その方、あの偽善たる武士竹リビが娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、陳が楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは。はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない。
申し訳ございません。さて、人の子らよ、名乗れ。桂上門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか？ゆいだ、こいなとこやんだお。早く消してけらい。見るってと、カイマルです。神と人は二つよ。すなわち、頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されど、その方らが渡ってきた雨の浮き橋は、すでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは、主神であるこのカムヒツキにも、皆目見当がつかぬのだ。よって、橋が現れるまで、そこの桜姫と共に、こたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと？桜姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。忌々しきあの地は古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか？これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ。下がれ。追放。さあ、おひいさま、あちらに。嫌じゃよ。都を離れたら死んでしまう。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし、都に戻ってまいりましょう。さくなさん。あんな奴らと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。じい殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。おひいさまはこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がおひいさまに多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんをよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。どうして？きつかったわい。
めんな。ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあ良いではないか。して佐久間様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな。じいに聞いてみるか。じ、おいたまじ、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃのう。聞いておったのなら、これからどうすればよいか、はよ申せ。確かこの洞穴はずーっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂にはおひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。いや、お主はさすがに。海丸は見る手と一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。なあ金太。ゆいの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかや。くそ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまいおひいさま。もうよい、わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。何やつじゃ。鬼ではない。カムヒツキの手のものか。いずれにせよ、ここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは。よくも高貴なるこのわしに向かって。おひいさま、そやつは。じい、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。なんじゃ、地震か。これはでかい。どこへ行く。まだ決着はついとらんぞ。すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。お前は何故ここが。一体何を申しておるんじゃ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのがこのわしというわけじゃ。久しいの足雲よ。これは驚いた。竹リビの賢霊か。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、そなたと争うつもりはない。獲物を収めてくれんか。このお方は我が主竹リビ様がご息女桜姫様じゃ。ゆえあって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ああ、今も我が手入れしている。知り合いじゃったのか。もっと早いわんか。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。詳しい話は上でするとしよう。ということは先に迎えに行ってやらねば他の奴らがここにはたどり着けんのか。そこに気づかれるとは嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。少しばかり傷んではいるものの、
思いのほか朽ちてはおりませんな。強い木だ。この家はまだまだ生きるぞ。足雲といったかな。鬼どもがはびこっておる中で何故わしの母上の家を守ってくれておったんじゃ。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とは、こやつら足雲族にとっても脅威にございました。御父竹蛇様は足雲らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。へえ、そうじゃったか。なんだか誇らしいの。いきなしひでえな。いいさ部屋2つもある。お主ら、なんでわしの家にわしより先に入っとるんじゃ。苦労をかけたようじゃな。この家使わせてくれるな。他ならぬ竹蛇たちの娘とあらば断る筋はない。これも何かの縁。互いに助け合って参ろう。さて、家も貸してやることじゃし、もう十分じゃろ。これからは皆好きにやってくれ。わしはカムヒツキ様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。好きにって言われてもな。おひい様、のんびり構えてなどはおられませぬぞ。ここには蔵はあれど備蓄はございませぬ。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうことでしょう。野山で採集をするにも鬼どもが闊歩するこの島で、人に任せるは荷が重すぎまする。やはりここは神であるおひい様が動かねば。わしに狩りにでも出ようと申すのか。日々の足場をしっかりと固めてこそ大役もなされるというもの。それにここはおひい様にとってもゆかりの地。何かを始めるにこれほどふさわしいところもありますまい。せめて明日からじゃいかんのか。神様、この田で何かこさえられねすか。良い考えじゃが、どこかで種は調達せねばな。稲のもみならここにありますぞ。なんとこれは都合の良い話があったものじゃ。何故そんなもの持ち歩いとるんじゃ。むしろ侍であろう。それがしは武門の生まれなれど、頭の内は常に剣よりも野良仕事。家を捨て山賊に身を落としてからもこれだけは手放せなかったのでござりまする。はじめは泡か冷えの方がいいんでねえかよ。いや、存外稲は悪くないかもしれぬぞ。おひい様は先人竹蛇様と北条神豊花様、双方の資質を受け継いでおられる。五穀とりわけ米はそのお力に大きく関わるのだ。お米作る、魚強くなるですか。さよう、鬼どもも退けやすくなろう。稲を育てることで腹を満たし、鬼も減らせる。一挙両得の策じゃ。では決まりですな。佐久名様は狩りに、それがしたちはここで稲を育てましょう。んげえ、おいらたちも好きでねか。働かざる者なんとやらんだっちゃ。ミルテ、頑張ります。あ、待て、わしまだ何も言っとらんぞ。田植えもんとやらよ、そなたの腕期待しておるぞ。しっかりと田を取り仕切ってくれ。お任せくだされ。立派な椿じゃな。それ、こ
このわしが一つめでてやろう。なんじゃこりゃ。間違いございませぬ。こやつがこの森の鬼どもを滑る主です。椿にガマ、おそらくは油の化身と見受けまする。油を使った攻撃にお気をつけなされ。ぬるぬる出会いじゃ。はよ片付けるぞ。こいつは大物じゃったわい。あれはなんじゃ。油玉のようですな。一種の呪物にございます。火をつければ浮遊して持ち運べる食になりまする。油は減りますが、この大釜を倒したことで原料も手に入りやすくなっておるやもしれませんな。そうか、油があれば揚げ物も食えるし、寝る前に都から持ってきた本も読めるの。貴重品ゆえ夢夢無駄遣いは禁物ですぞ。心配無用。ちょっとずつ読み進めるのがいいんじゃ。お帰りなさい、神様。何かあったのか。わしは疲れとるんじゃが。お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌な予感がする。わしの勘は当たるんじゃ。おいらたちば上さつきか、このあんこたれ。金太、怒るすぎる。よくないです。みんな失敗ある。すまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの。一体何があったんじゃ。こいつ種もみば水さ流してしまっただ。なんじゃと。それじゃもう米はできるのか。手元に残ったのはわずか一つまみ。他はすべて。聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねえんだと。まったくとんでもねえ足柄みでねえが。でかいの。お主任せろと申しておらんかったか。一体どう始末をつけるつもりじゃ。恐れながら実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありませぬ。野良仕事も下手の横好き。いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが。面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。やめせやめせ。死ぬならおいらたちの目が届かんとこでやれ。お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつこいで食う量だけは小人前だ。まったくさもしいもんだべ。なぜ田植えも傷つけるんですか。田植えも優しい。失敗あるだけです。見るって柳飛びと違うマスがわかる。絶対おかしい。今もう分かった分かった。捕らいの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見る手と言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。
とはなんじゃ。ミルテ、料理得意です。今日は私の国の料理作ります。ザン、おいしい。おお主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃのう。ならばこの肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー、ミルテ、頑張ります。サクナ様、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗を潰し、後ろ足であぜを崩してしまい。めちゃくちゃではないか。そこまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞ。おい玉爺、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ。奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。いえいえ、何一つおかしなことなどございませぬ。我が国の北条神とは元来そうしたもの。お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。なに、きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。知識だけは自信がござりまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。なんとか収穫を迎えましたな。しかし少しは強くなれたが少ない実りだったの。来年分の種もみを差し引くと考えなしに食には回せませぬな。だが少ないながらも確かに増えた。歩みは進んだのですぞ、おひい様。ここは辛抱の時ですじゃ。嫌じゃ嫌じゃ。辛い冬になりそうじゃわい。なんという寒さじゃ。一歩先も見えんかったわ。この風雪では鬼どももねぐらに引っ込んでおるに違いない。しばらくは狩りどころではございませぬな。お帰りなさいませ、サクナ様、ジー殿。ささ、はようお召し替え、火にお渡りください。なんじゃこれは。見りゃわかんべ。手鎖の団子だ。それがしと見る手で作り申した。来年のことを思いますと、今から米だけで腹いっぱいというわけにも参りませぬのでな。手鎖と申したか。何やら物騒な響きではないか。それがしのふるさとでは彼岸花と呼んでおりました。毒草にはござりまするが、根を潰し水にさらせば、おれこのように。もうたくさんじゃ。何が悲しゅうて高貴なるこのわしがこんな偏僻な島まで来て毒団子など食らわねばならんのじゃ。毒団子。サクナ様、毒は抜いてござりまする。気にするでないぞ、見るて。
洗えばまだ食える。今年1年お主らの申した通り頑張ったではないか。毎日毎日狩りに赴き、田んぼとお主らの面倒を見、なのにこんなものまで口にせねばならんとは一体どういうことじゃ。何も良くなってはおらんではないか。へ、偉い様は気まま語るなや。獅子も身も取れねえんじゃ、あるだけマシだべっちゃ。おらはこれ好きだけんともな。おひいさま、いずこに。飛び出すにしても身のくらいは羽織ってくるべきだったの。もう限界じゃ。職人なんぞ願い先じゃ。目が火でも都に帰って暖かい部屋で大の字になって寝てやるんじゃ。あんな奴らのことなど知らん。いつもこいつも寄ってたかってわしを苦しめおって。じいもじいじゃ。なんでわしの家中の者があっちの側につくんじゃ。ああ、知らん。何もかも知らん。知らんぞ。死ぬかと思うた。夜の海とはこれほどまでに真っ黒いものか。どこまで漕いでも吹雪から抜けられんし、方角もさっぱりじゃ。都などとてもたどり着けそうもない。奴らこの大雪の中で戻るほかないの。お主ら峠から出て何をしとるんじゃ。お帰りなさいませ、さくら様。おかげさまでここいらの野にはもう鬼はおらぬ様子。思い切って麓にも田を作ってみたのでござりまする。万が一のことが起きぬよう足雲も辺りを見回ってくれております。ならば案ずることもないか。おっさん、野良焦がしてんじゃねえ。晩方までさ終わらねえぞ。おお、すまぬすまぬ。さくな様、よろしければお手をお貸しいただけませんか。何やら雨雲が近づいておりますゆえ、できれば今日のうちにすべての田植えを終えとうござりまして。またか。良いではございませぬか。これだけ田を広げられれば秋にはさぞ多くの米が取れますぞ。あの厳しい冬を耐え、なるべく種もみに手をつけなんだ甲斐がございましたな。終わらん。背が痛い。わしはすでに人働きしてきたというに。つれえのはおめばりじゃねえ。やめせかいまる。あっち行きさい。お主らは狩りには行かん。わしの苦労などわからんのじゃ。おだずなよ。誰がこれだけの田を起こしたんだっぺ。みんな生だらしてね。
おめが見てねえだけだ。喧嘩やめましょう。田植えする楽しくいいです。ヘップレシこのようなもの楽しいわけが。まんず口動かしてねえで手動かせ。この木数おいコッパ、いくらなんでも神や年長者への敬意が足りぬではないか。えらいふりするなら敬いたくなるほど貸し入れみろ。せずね、またはたきつけっと。みんなやめて、やめなさい。寝つきの悪さよ、心根弱さよ、泥に足沈め腰を折ると。どうした？ついに頭に来たか？いや、今のは田植え歌だ。さよう。百姓仕事とは喜びにたどり着くまでが長く険しいものにござる。話し込むとついつい不平を口にし、気がめいってしまう。そこで先人たちは歌うことにしたのですな。歌えば辛さも紛れる。苗の細さよ、我が身細さよ。たまげたな。おいらとおっさんとは違う国の生まれだけども、こりゃ同じ歌だ。続きはこうだべ。すきばらで願う黄金バラ。おお、それそれ。いかがですか、さくな様も。こうなりゃやけじゃ。その歌すべてわしらに教えてみよう。これでどうだべ。わたっちゃ。田植え楽しいできました。歌とは大したものなんじゃのう。終わった終わった。さあ帰って飯にいたしましょう。まだ終わっとらんぞ。夕げの肉をさばかねばな。わしに田植えを手伝わせた以上、無論お主もやってくれるんじゃろうな。それは殺生にござりまする。これは珍しく立場が逆になりましたな。面白いこともあるものじゃ。さくな様の獅子奮陣のご活躍により、近頃は食うに困るといったことがなくなってまいりました。日々我々をお守りいただき、心より御礼申し上げまする。見たか、これぞ神の力。人の子らよ、敬え、へつらははおひいさま。なんじゃ、また小言か。いえ、とんでもございませぬ。あの甘えん坊のおひいさまがあれだけの日々を耐え抜かれ、よくぞここまで。じいは嬉しゅうございますぞ。なんじゃ、そんなに褒められると逆に調子が狂ってしまうではないか。それにしても初めから分かってはおったが、わしってすごかったんじゃのう。考えてみれば前人の武と北条心の恵みが合わさったのじゃ。最強でなくて何とするか。
これからはわしの時代じゃ。ブワー神様、気よくするのはいいけんとも。だっちゃ肝心の直命とやらはちっとも果たしてねえんでねえかや。こいつばすべねえと都には帰れねえんだべ。さくな、帰れない。ミルテたち帰れません。それはそうなんじゃが、何故この島ではやむことなく鬼が生まれいずるのか、それを調べよとの命にございましたな。考えてもわからぬ以上、今はただ未踏の地に足を伸ばしていくほかないのでございましょう。まだ行ってないところは南に火山、西に砦、北には谷か。最も攻めがたいのは西の砦でしょうな。かつて竹蛇様が先代カムヒツキ様と争われた折に作られたものですが、今は鬼どもが根城にしておる様子。恐ろしいまでの邪気が野山を越えてまいり、あちらを見るだけでもひげがピリピリいたします。今のわしには手に負えそうもない。後にしよう。南の火山の方はと申しますと、こちらは逆に鬼どもの気配がなさすぎまする。山腹に立ち上る毒煙が奴らを退けておるのやもしれませぬな。となると、残った北の谷を調べた後、力を蓄え西の砦を攻めるか。そんなところでございましょう。どうかご分を。我ら一層さくな様をお支えつかまつりまする。あ、海丸よ、今の話わかったか？こいつはダメだ。さくな、大変です。カイマールが落ち着けミルテ。海丸がどうしたんじゃ？今朝までいたけんとも、ちっと目離した隙にどっか行ってしまいした。田植えもんのおじさんも心当たり探すっていなくなるし、一体どうすっぺや。